皆さんこんにちは、ガジログです。いよいよ登場しましたね。Pixel Watch 2がここ日本においても発表されました。1年ぶりのスマートウォッチということで、初代 Pixel とどんな違いがあるのか、またどんな点が進化しているのか含めまして、スペック解説していきたいと思います。というわけで、早速本日も行ってみましょう。では、インサイトをもとにパフォーマンスを改善と出ていますが、健康とフィットネスに関する情報を見ていきたいと思います。まず、ストレスレベルの管理をサポートとありますが、ストレスの兆候をキャッチすることができます。身体反応の計測と通知機能により、ストレスの兆候を検知し、すぐに対策を講じることができます。そして簡単な手順で管理とありますが、手首にフィットビットの機能が搭載されているということだと思いますが、ガイド付きの呼吸セッションなどのアプリ内ツールで自分に最適な方法でサポートしてもらえますということで、呼吸によってストレスを軽減させる、そうした機能が入っています。そして生活習慣を振り返るとありますけども、1日または1週間を振り返ってパターンを見出すことで生活習慣を改善してストレスに対処できますと出ていますね。この機能はなかなか他のスマートウォッチではついていないものとなっています。そしてさらに見ていきたいと思いますが、健康状態を把握とあります。心拍に注意するとありますけども、安静時心拍数の範囲を外れると通知が届きますよとありますね。高心拍数と出ているので、この時間帯に心拍数がこれぐらい上がりましたよという、そうした通知がアラート機能がついています。これも多くのスマートウォッチでは搭載されている機能ですね。そして健康状態をチェックとありますが、皮膚の表面温度ですね、測ることができます。これはストレス測定などにも使われている機能ですね。また女性の健康などにも使われています。加えて血中酸素濃度の測定、また先ほどからお伝えしています心拍数の測定、加えて安静時の心拍数などのデータを追跡して変化の兆候を特定することができますよと出ていますね。さらに睡眠習慣を改善ということで、睡眠スコアで前夜の睡眠の質と睡眠時間をチェックすることができます。浅い睡眠や深い睡眠、レム睡眠の時間を把握することができますね。このあたりも他のスマートウォッチでは標準搭載の機能となっています。そして当然ですけどね、Google のスマートウォッチということで音声アシスタントも使うことができます。加えてリアルタイムのサポートでフィットネスの目標達成を目指しましょうとあります。ワークアウトの機能ももちろん入っています。記録にかかる時間を減らし、ワークアウト自体の時間を増やすとありますけども、自動でワークアウトを記録する機能がついています。アクティビティを自動的に開始し、停止しますとありますね。すべてのワークアウトで使うわけではなく、その特定のワークアウトが7種類になっていまして、ランニング、ウォーキング、屋外サイクリング、室内サイクリング、トレッドミル、ボート漕ぎ、クロストレーナーということで、これらが自動的に検出し、開始し、終了し、一時停止してくれる機能となっています。これいいですね。加えて耐水性もありまして、水深50メートルまで対応しているものとなっています。加えて別の機能になりますけども、安全性とありますが、緊急時に支援を求める機能もついています。これはですね、外出時にタイマーをセットしておくと、設定した時間が過ぎた場合に自分の位置情報を指定の連絡先と共有することができるということです。そしてこういった画面もありますね。指定した連絡先にあなたの現在地とバッテリー残量、あなたが通話中かどうかが通知されますと出ています。緊急時に自分の医療情報を共有することもできます。そして転倒検知とね、ありますが、これも初代のモデルからも搭載されていますが、激しく転倒したかどうかを初期対応者や緊急連絡先が判断できますと出ていますけども、こういった安全性に関する機能がしっかりついています。そしてスタイルと出ています。あらゆる機械に適したバンドとありますけれども、こういったシリコンバンドのブラックのタイプ、またファブリック調のものですね。そして穴あきのこういったシリコンバンドで通気性のいいものもあります。そして文字盤の機能も様々なバリエーションがあります。変えてみますとこういった感じですね。シンプルながらにね、結構デザイン性のいいものが搭載されています。加えてやはり Google のスマートウォッチということで Google のアプリとの連携、そうしたものもしっかり入っていますね。Google マップや Wallet、Gmail、音声アシスタント、また YouTube ミュージックやカレンダーですね。これらの機能と連携させることもできます。ではまだ触れていない詳細スペックを見ていきたいと思います。まず最初にカラーバリエーションを見ていきたいと思います。全部で4色展開になっています。ブルー系、
ブラック系、そしてグレー系、またホワイト系というかね、アイボリーという感じでしょうかね。この4色展開になっています。そしてここ大きく変えてきましたね。本体の素材になりますが、なんと 100% リサイクルアルミニウムになっていますので、初代モデルはステンレスに対しましてね、リサイクルアルミニウムということで、ステンレスの光沢感とかね、質感とか重量感っていうのからするとだいぶ軽量になりますので、質感の面ではね、触ってみると大きく変化したっていうことがわかると思います。そしてボディサイズになりますけども、直径が 41mm になりまして、初代のモデル以前使っていたんですが、ちょっとね小さめだなという気はしましたね。サイズのバリエーションも今後増えていくといいなと思います。そして厚みですね、 12.3mm ということで若干厚みがあるタイプとなっています。そして重さはね 31g とありますけども、初代のモデルに対しまして 5g 軽くなっています。ここは素材がアルミニウムになったということでの軽量になったんじゃないかなと思われます。ちなみにバンドを除く重さとなっています。そしてね、接続とありますけども、目につきますのがまず NFC が搭載されていること、そしてこの前回モデルと同様にフェリカにもしっかり対応しているのがいいですね。Suica や ID やクイックペイに対応しているということです。また GPS になりますけども、初代のモデルは4種類の受信になっていたんですが、今回は5種類の衛星から位置情報を受信することができるようになりました。GPS やグロナス、ベイド、またガリレオ、日本の QZSS ということで5種類に対応しています。そしてディスプレイの情報になりますけども、表面に使われているガラスになりますが 3D 形状になっていますね。コーニング社のゴリラガラスの5となっていますね。非常に硬いタイプとなっています。解像度になりますが 320ppi ということで結構ね高精細なディスプレイとなっていて、ディスプレイの種類は AMOLED ということで有機 EL パネルとなっていますね。また最大の輝度は1000ニトということで、最近発表されました Apple Watch シリーズ9であっても2000ニトまで上がりまして、 Apple Watch Ultra になるとね最大3000ニトということで、その辺と数値と比べますとねちょっと少なめにはなりますが、通常仕様であれば1000ニトあれば明るい方だと思いますので、これでもね十分じゃないかなと思います。そして常に表示状態のディスプレイとありますが AOD にも対応しています。さらにバッテリーの容量になりますが、標準で 306mAh となっています。これ初代が 294mAh になりますので、ほんのわずかですけどもね容量は増えています。バッテリーの寿命に関しましては常時オンディスプレイを使った状態で24時間使用可能ですよとあります。初代のモデルはこの常時オンディスプレイ使わないで24時間でしたので、結構ねバッテリー持ち上がったんじゃないかなと思います。しかしながらねワイヤレス充電が外されてしまいました。金属の端子が直接接触して充電するタイプとなっています。またチップとありますけども、これはねいわゆるスマートウォッチの頭脳となっていますけども、今回はクアルコムの5100番が搭載されています。これ前回ですねイクシノスというねサムスン製のチップが搭載されていたんですけども、これを大幅に変えてきましたね。そして動作します OS は Wear OS の 4.0 となっていますね。最新バージョン。そしてストレージとメモリーになりますが、容量は 32GB の eMMC 型のフラッシュメモリーが搭載され、メモリーは 2GB となっています。ここの部分も初代モデルと同じになっています。加えてセンサー類になりますけども、コンパスも入っていますし、コード系もしっかり搭載されています。そして心電図アプリっていうのも入っているんですけども、いわゆるね ECG のアプリですね。心電図アプリは一部の国でのみご利用いただけます。利用できたとしても対象年齢は22歳以上ですということでね、日本でまだ認可されていませんので ECG は使うことはできません。そして周囲光センサーとありますので、ディスプレイの自動調光にもしっかり対応しています。加えてですね、しっかり内蔵マイクと内蔵スピーカーとありますので、Bluetooth 通話にも対応していますね。スマホにかかってきた電話をウォッチ本体で受けて相手と通話する機能がついています。というわけで気になるお値段になりますが、本体価格が51,800円となっています。初代モデルが39,800円からでしたので、12,000円値上がっていますね。ここ最近の円安の傾向なのか、もろに値上がってしまったなという感じはしますけども、皆さんいかがでしょうかね。この価格見てしまいますとちょっと悩んでしまうってことも多いんじゃないかなと思います。しかしながらですね、このお値段の中に Fitbit プレミアムの機能が6ヶ月間無料がついています。加えて YouTube Music プレミアムが1ヶ月無料のサービスもついているということで、込み込みで考えた場合ですね、実質のお値段というのは安くなっていると思われます。加えてですね、ここにも出ていますけども、Google Pixel Watch 2のご購入で次回以降に使える Google ストアクレジット1万円分がついているってことです。
ですね。これも込み込みで考えますと、39,800 円とほぼ同等ぐらいの実質の価格っていうことになるんじゃないかなと思います。すでに予約販売が開始されていますけども、10月12日の発売日に配達予定となっていました。というわけで今回 Pixel Watch 2をご紹介しましたけども、いかがだったでしょうか。初代のモデルに比べまして、まずお値段がね、大幅に上がってしまったっていうのはちょっと仕方ない部分もあるかもしれませんけども、正当進化ということで、なかなかスペックは上がってるなと思います。ただね、ワイヤレス充電から金属の接触式になったということでね、なぜそうなってしまったのかなっていうのはちょっと気にはなりますけど、接触充電のが充電速度っていうのはどうしても速くなりますので、その辺を重視したのかなっていう気もしますね。スマートウォッチとしての機能としましては、ほぼほぼね、全て網羅してるっていう感じになっていますので、これを買っておけば、機能の面で不足しているってことはないと思います。ただ、バッテリー持ちがですね、AOD を使って24時間持つという風になっているんですけども、AOD を使わなかったとしても、30時間とか36時間ぐらいかもしれませんので、そうだとしても、やっぱり毎日しっかり充電しないと運用できないんじゃないかなという気はします。ということで、いろいろ比較した上で、スマートウォッチ購入するのがいいんじゃないかなと思います。比較する上でね、スペック解説たくさん動画出していますので、チャンネル内にありますスペック解説動画をどうぞご覧いただければと思います。気になった方は概要欄にリンクを貼っておきますので、詳細ご覧いただければと思います。この動画が良かったよってことであれば高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。